皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ関連のニュースを取り上げていきます。最初に一つ言っておかなければならないことがあります。今回取り上げる話題はすでに1回動画で投稿しました。ただし、その中で使用した映像や写真などが YouTube のガイドラインに違反したことから残念ながら削除されています。削除された理由というのは、見た人が衝撃を受けるような映像や音声といったものが含まれるために削除されたものです。では、前回取り上げた内容は何だったかというと、モスクワのテロ攻撃、犯人たちがロシア当局に捕まったのですが、その際に犯人たちはかなり暴行を受けました。その際の犯人たちの血みどろの状況といったものを写真でご紹介したので、それがおそらくは暴力的なシーンに該当し、動画そのものの削除につながったとみられます。また、同じようにしてちょっと引っかかったかもしれないというのが、モスクワのテロ攻撃、IS 側が自分たちで犯行時の映像を自ら公開しました。その映像についても、犯人たちの姿が映っている部分だけを抜粋してご紹介したのですが、私の気づかないところで画面内にテロリストによって銃殺された人々の姿がどこかに映り込んでいたかもしれません。なるべくそのような直接的には見えないようなところでの話を中心にして皆さんにお伝えしていこうと思います。取り扱っている内容が戦争やテロといった誰かが亡くなっている状況が常に発生しているような話題が多いので、取り扱う内容には今後も気をつけていこうと思います。ただし、伝えないからといって一般市民の犠牲が起こっていることは軽視すべきではありません。その点についてはお忘れのないように。というわけで今回はそのような前回動画が削除された影響で、モスクワテロ攻撃についての話は資料をなるべく少なくして冒頭で全てをご説明しようと思います。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、ウクライナ軍の攻撃。クリミア半島に対する大規模なミサイル攻撃が行われました。ロシア黒海艦隊母港セバストポリの艦隊関連施設を巡航ミサイルが襲っています。2、モスクワテロ攻撃のその後、犯人は逮捕されました。IS が犯行時映像を公開するも、プーチン大統領の批判は IS に対するものよりもむしろウクライナ批判へとつながっています。その理由を解説していきましょう。今回ウクライナ軍が攻撃したのは艦隊の母港であるセバストポリ。それともう一つはクリミア半島中ほどの石油備蓄基地及び空軍基地です。攻撃に用いられた兵器は、イギリス、フランスが供与した巡航ミサイル、ストームシャドウ及びスカルプです。この2つの巡航ミサイル、名前は違いますが、基本的な性能は同じものです。また、今回の攻撃には、ウクライナ軍の国産対艦ミサイルネプチューンを地上攻撃用に転用した準国産ミサイルも一部使用された可能性があるそうです。クリミア半島各地にはロシア軍の広域防空用対空兵器 S-400 が配備されており、襲来するミサイルや航空機などについてはこれらの兵器により全て撃墜することができるというようなことをロシア側は豪語しています。今回ウクライナ軍の大規模な攻撃が発生した際にも20発近くのミサイルを迎撃したと発表しています。ただし、全てが迎撃できたかというとそういうわけではなく、こちらの映像では艦隊の母港であるセバストポリに巡航ミサイルが着弾している様子がわかります。今回の攻撃の目標は、艦隊の司令部そのものは以前にすでに破壊が終わっており、修復もされていないとされています。ですから、艦隊のそれぞれの機能が分散されて配置されており、それらについての攻撃を行ったそうです。こちらは目標の一つであった通信センター、攻撃前の様子。そしてこちらの写真が、一夜明けて被害の程度が確認できました。建物の屋根は完全に崩落しており、この施設への攻撃は成功でしょう。また、地上施設だけではなく、港にいる強襲揚陸艦についての攻撃も行ったそうです。大型強襲揚陸艦ヤマルとアゾフ。この2隻がターゲットだとされています。この2隻は強襲揚陸艦ではあるものの、現在の任務は輸送艦です。黒海の東側、ロシア本土の港において物資などを積み込んでセバストポリやそれよりも北の港へと運び入れることが任務となっています。以前であればこれらの強襲揚陸艦はウクライナの最大の貿易港オデーサに対する上陸作戦や、もしくはそれよりも西側モルドバ近くの陸地へと上陸するような作戦へと用いられる危険性がありました。現在ではそのような
作戦は不可能になっています。ウクライナ側の対艦ミサイルや水上ドローンが黒海の西側においては活動しており、黒海艦隊は母港より西側への出港は極めて危険な状況になっているからです。こちらが一夜明けて被害の確認が行われています。ただ残念ながら攻撃そのものは成功はしなかったようです。桟橋やもしくは別の船におそらくは着弾したと思われます。まだ港には何隻かの船がいることからも継続的な攻撃が必要でしょう。そしてクリミア半島中ほどにある石油関連施設への攻撃。こちらへの攻撃は成功したようです。大きな火柱が上がっています。こちらもロシア軍の対空兵器 S400 の防衛範囲内ですが、イギリス、フランスの供与した巡航ミサイルの方が1枚上手なのでしょう。こちらが攻撃前の石油関連施設。真ん中に丸いものがポツポツとありますが、これは石油の備蓄タンクです。こちらが攻撃後の写真。少しわかりにくいですが、上3つのタンクが黒ずんでいます。おそらくこの3つのタンクについては炎上し、現在では使い物にならなくなっていると見られます。次に、モスクワテロ攻撃の犯人たちが捕まりました。コンサートホールを襲ったテロリストたちは、観客たちに対する銃撃を行い、300人以上の死傷者という大きな被害が発生しました。しかし、犯人たちは悠々と現場を立ち去り、警察、消防、特殊部隊、それら当局者たちが集まったのは、犯人たちがすでに現場を去った後でした。検問もモスクワ周辺では十分に行われていなかったことから、犯人たちは西へと逃走していきました。犯人たちが拘束されたのは、ベラルーシ国境まで30キロ、そしてウクライナまでの国境までは100キロの地点でした。プーチン大統領は、これら犯人たちが西へ向かっていたという話をしているわけですが、その西の行き着く先として彼らはウクライナへと向かっていた。そしてウクライナは彼らを迎え入れるための準備をしていたんだというような話をして、批判の矛先をウクライナへと向けようとしています。しかし、このような動きとはまた別の話として、イスラム国 IS の方は自らの犯行であることを誇示し、襲撃前の集合写真、そして犯行時、犯人しか撮り得ない、犯人たちそのものが自ら撮影した犯行時の映像を公開しました。その映像の中で彼らは観客たちに銃撃を行い、倒れている人たちに対する二度撃ち、その他にも死にかけている人物をナイフで何度も切り裂いてとどめを刺す場面など非常に凄惨な場面が撮影されていました。IS にしてみれば自分たちがやった行動によって多くの被害を与えられたという攻撃の成功を喜ぶような声明を出しているわけですが、にもかかわらずプーチン大統領は IS 批判よりも IS を操っていた、もしくはそのような方向へ導いたかのような話としてウクライナの名を挙げて国民の怒りをそちらの方へと何とか向けようとしています。また、犯人たちを捕らえたロシア当局、彼らは犯人たちを捕まえる際にも、そして連れて行く、収監する、そういった一連の行動においても、自ら動画を撮影し、映像を公開しています。犯人の一人は、ロシア当局者に捕まった際に、ナイフで耳を切り落とされ、その耳を口に押し込まれるといったようなことも行われていました。また、犯人の一人は、電気拷問を受けている様子が写真に撮られ、それをロシアの警官自らが映像公開しています。このような行為は、たとえ犯罪者であろうとも、少なくとも法律に基づいて身柄拘束するという前提からすれば、かなり野蛮な行為です。また、そのような拷問を経た証言というのは、基本的には証言の価値や能力、信頼性においては危ういものだとされるものです。ただ、ロシアにおいてこのような拷問や暴行といったものの末に出てきた証言というものは別に問題視されません。また、そのような行為を行っていることをわざわざロシア当局自身が写真や映像そのものを公開するには理由があります。それは多くのロシア国民が殺されたその犯人であるテロリストには即座に報いを受けさせるべきだということを見せつけるためにも、積極的に彼らを暴行拷問している様子を映像で公開したものだと見られます。そのような暴行をされたという前提ではあるものの、犯人たちの身柄についてはまずタジキスタンという国籍というのが明らかになっています。彼らはロシアにすでに入国していて、働いていて、労働ビザで入ったんだけれども、すでにビザは切れていて、不法滞在になっていた人物などもいました。彼らの口から出てきたのは、IS からの手引きによって、
今回の犯行に至ったわけですが、約束された全体の報酬としては160万円程度、前金として80万円をまずは受け取って、その後、国外へと脱出、故郷に帰ったら残り80万円をもらうというような約束だったようです。日本の報道においては、この前金の部分80万円が報酬だったという話に注目されて、たったそれだけのお金でこれだけの人たちを殺すのかという具合にして伝えられています。ちなみにプーチン大統領は、彼ら犯人はモスクワから西側へと逃走し、その行き着き先がウクライナだったというような話をしているわけですが、ものすごく単純に言って、ベラルーシ国境まで30キロでウクライナ国境まで100キロという地理関係の場所で捕まえたのですから、近いのはベラルーシだったはずです。逃げ込む先がベラルーシだとは言わず、ウクライナだと言ったのは私は理由があると思います。なぜならば、現在の状況を考えてもみてください。ロシアとのウクライナとの国境というのはそれぞれの国境警備隊が睨み合っているだけではなく、軍隊もそれぞれの国境に配備されています。ロシア側からは、ウクライナに対する砲撃などはよくあることですし、そのような場所を犯人たちの普通乗用車で突破しようなどとすれば当然のように引っかかってウクライナ側へと抜けることなどできません。ですからテロリストたちがウクライナ国境へと向かっていたんだというプーチン大統領の説は全く口頭無形です。犯人たちはベラルーシへと抜け、そこから故郷タジキスタンへと向け国外脱出を図っていたと考える方が自然でしょう。ではなぜプーチン大統領は IS への批判よりもウクライナ反抗説もしくはウクライナが関与していたんだという説を推すのでしょうか。そこには現在のロシアの置かれた状況を理解しておく必要があります。まず第一に宗教的な問題。ロシアの主流となる宗教としては東方正教会があるわけですが、これはキリスト教の一派です。一方でイスラム教徒がいないかといえばそうではありません。ロシア国内におけるイスラム教徒の割合は人数にして言えば1500万人か1800万人程度いるとされています。ですからこの段階でイスラム教徒が悪いんだ、イスラム教徒よ、彼らをみんな取り締まらなければいけないみたいなことを言えば、それだけの人たちと一斉に対立関係になることになります。ですから、イスラム教徒全体を攻撃するような真似はなるべく下げたいというのがプーチン大統領の本音でしょう。また、現在軍事力を用いてウクライナ侵略を行っている以上、ウクライナを最も敵役として使いたいのもプーチン大統領のはずです。もしもイスラム教徒全体を敵に回せば、それは国内における今まで黙っていた人たちすらも眠りから覚ます可能性すらあるわけで、それであればこれまでナチ政権だと非難していた相手であるウクライナをあたかも今回の主犯かのように指し示した方が彼にとっては都合が良いのでしょう。ただしこのような言動はおそらくイスラム国にしてみれば非常に攻撃欲を湧き立たせるような話だと思います。なぜならばロシア国内でこれまでイスラム国の活動は以前よりはだんだんと抑え込まれてきました。それはロシアの情報当局が積極的に彼らの情報を傍受し、組織的な行動を阻止してきたからです。しかし、現在のロシア当局はウクライナに対する関心が非常に強くなっていますから、国内の政権批判、それが戦争を理由としたものであるとか、もしくは国内の徴兵などによる人手不足や、戦場から帰ってきたんだけれども手足がなくなった人といったその家族の不満など、様々なところで反プーチンの動きが出ないかどうかに関心が向いているわけです。だからこそ、イスラム国の活動が今回うまくいったという隙間ができたわけで、彼らにしてみればしてやったりと思っていることでしょう。ところがプーチン大統領はイスラム国を指して取り上げることもなく、これはウクライナがきっと何かを仕組んだに違いないみたいなちょっとした陰謀論みたいな話をし始めている関係もあって、テロリストがなぜかテロリスト扱いされないというちょっと意味不明の状況へと陥りつつあるわけです。イスラム国としてはもっと次なる大きな攻撃を繰り返したいときっと企むことでしょう。なお最後に一つ注意点。イスラム国 IS による攻撃だったという話をしているわけですが、だからといってイスラム教徒全体がIS のようなテロ事件を起こすわけではありません。このことは絶対に間違えないでください。例えば、イスラム教の聖典には偶像支配を禁止している話があるのだから、イスラム教徒は世界を支配し、イスラム教徒以外を皆殺しにすることを奨励しているというようなことを言う人もいます。しかし、それはあくまでも現在のイスラム教徒の中の一つの考え方に過ぎず主流派とは言えません。いわゆるイスラム原理主義者の人たちの中にも、どのような形
形でイスラム教を体現するかは、それぞれの学閥によって異なるといったこともありますし、また、同じ宗教なんだけれども分派している部分について目を向けなければなりません。イスラム教にはスンニ派とシーア派がいますという話をよく聞くとは思いますが、それ以外にも、いわゆる世俗派とでも呼ばれるような、ある程度西洋文明との融和を果たしている人たちもいます。また、そのような意味では、西側文明を拒否しているんだけれども、しかし、だからといって攻撃的ではないイスラム教徒の人たちもいます。これらを全て一緒くたにして、イスラム教徒全員が全てテロリストだというような考えに陥らないことは一つ重要な視点だと思います。インターネット上では特に過激な主張をする人が喜ばれる傾向にあるわけですが、そのような複雑多様性といったものが存在することを理解する必要もあります。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、あなたの感想コメント、また頭の刺激になったなであるとか役に立ったと思われる方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。